こんにちは。今日は神奈川県の大山にやってきました。そろそろこの辺りが紅葉しているみたいなので楽しみですね。駐車場トイレ紹介です。駐車場入り口から50メートルほど坂下ったところにあります。普通に綺麗です。11月末まで行っていた九州旅で体調を崩してまだアップしてないのですが、唐国だけ登山とかしにそうになっていて、まだ完全ではないので、近場の大山に来てみました。体力が落ちたような気がし、今日はトレーニングなのでケーブルカーは使いません。ここがケーブルカー乗り場になります。まだ時間が早いので動いてはいません。ケーブルカー乗り場までも結構な階段です。意外とここまででも疲れちゃいます。ここからがケーブルカー使わない人の道になります。今日は伊勢原市営駐車場から大山ケーブル駅、女坂を登って、阿夫利神社を通って大山山頂、帰りは男坂を使って下ってきます。ケーブルカー駅まではお店があったりで帰りは楽しめそうですね。ここで男坂に進むか女坂に進むかの選択になります。今日は女坂にしましょう。紅葉が綺麗。まずは橋を渡っていきます。女坂には七不思議があります。それを楽しみながらのんびり登っていくといいですね。今回は私が興味持ったものを紹介します。大山には中腹に阿夫利神社があり、山頂には奥宮があります。縄文時代の頃から霊山として信仰を集めているお山です。通りがかりにもこのようにお地蔵様が並んでいます。さっきケーブルカー前の階段に大山のクイズがいろいろ出ていたんですが、その一つに大山には別名があるんです。さて何でしょう？わかりました？ヒントは阿夫利神社は物乞いや五穀豊穣祈願の対象だったということです。答えは天降山です。阿夫利神社の神様が山の神、水の神なんですね。また大山が船の羅針盤となったことで産業や海運の神としても信仰されているみたいです。私がすごいと思った七不思議の一つです。ケーブルカー終点阿夫利神社駅までは階段地獄です。もうすでに疲れてる。男坂でも女坂でも階段地獄は変わらず、男坂の方が距離が短い分一段一段高さがあり急です。また女坂でないと大山寺には行くことはできません。なので若干緩やかな女坂を登っている方が多いです。最初に現れる建物が前不動です。お参りしましょう。下からずっと紅葉がとっても綺麗なんです。ちょうどいい時期に来ましたね。ケーブルカー駅から阿夫利神社まで約40分。大山寺までは20分です。ここまで来たら大山寺まではすぐですね。ほら、大山寺階段下に着きました。おー、これはかなり急な階段だ。頑張りますよ。頑張るよ。ここまでも階段地獄だったけど、これはきつい。でも休むとこないので一気に登ってきます。石段両脇には不動明王の従者である道地蔵たちが並び応援されています。約80段ほどあるみたいです。両側にはカエデの木がたくさんあり、とっても綺麗です。時期にはライトアップもされているみたいです。はい、登りきりました。大山寺です。後ろを振り返るとどうでしょう。赤と黄色の色が色濃く綺麗です。階段上からの景色も最高です。栗唐堂があり本堂、彫刻が素晴らしいです。
ここからは三浦半島江ノ島が眺めることができます。大山寺は以前は阿夫利神社にありましたが、明治初頭にぶち壊しに遭い、再建の際に今の位置に移転しました。瓦投げ、以前テレビでやってるの見ましたね。300円でできるみたいです。ここから投げるみたいです。どこに投げるんだろう。あの丸い輪っかですね。これは難しい。奥も見てみましょう。聖籠の宝居塔です。お参りも済ませたので先に進みましょう。登山道はお段の左側を通っていきます。少し行くとトイレがあります。こちらのトイレも紹介しておきますね。小さめですが綺麗です。トイレがたくさんあるのであまり困ることはありませんね。トイレを出ると無名橋があります。こちらの橋は七不思議の一つ。話をしながら渡ると忘れ物や落とし物、災いが起きると言われています。下山途中携帯が落ちていたんですよね。その人はここの橋おしゃべりしながら渡ったのかもしれないですね。携帯だからすぐ気がついて見つかると思いますが、岩七不思議の最後、目が立ち岩です。観音様がいますね。横にはケーブルカーが通っています。今の時期は始発が9時からなので、もう少ししたら動き始めますね。こんな道が続くので、上りはホイホイ行けますが、山慣れしてない人がよく下山で転倒したりするので、下りに自信のない方や体力に自信のない方は無理をせずにケーブルカーを利用してください。もうすぐ上野坂、女坂に分かれる分岐です。結構な階段を登ってきました。あれ、まだ階段がありました。はい、ここが分岐となります。ここで男と女に分かれます。神社まではまだ階段登らなきゃいけないみたいです。頑張りましょう。神社手前にもトイレがあります。紹介しておきます。ここで間違って男子トイレに入っていました。全然気づいてなかったんですが、仕方がないので男性トイレ紹介しときます。広々しているので女性の方も同じ感じだと思います。もう少しで神社到着ですよ。神社手前に馬券があります。ここも紅葉が綺麗。登ったなあ。あと少しで神社到着です。いやー、今日は階段いっぱい登った。はい、着きました。狛犬さん、こんにちは。獅子山です。高さは3メートルあります。奥に大島かな。では、お参りしましょう。社務所にも寄ってみましょう。御朱印ですね。今は人がいないので後にしましょう。お前になど3置いていますね。神社からの景色を眺めてみましょう。湘南方面、江ノ島房総方面、三浦半島方面ですね。海が光って眩しい。ごまきもできます。ここでは名水をいただくことができます。こんな感じでペットボトルが売っています。私は空きボトルを持ってこなかったのですが、こんな感じでみんな入れていました。おみくじですね。今年最後にちょっとやってみましょうか。こちらのおみくじを引きます。これにします。どれどれ、どうかな。じゃーん。末吉でした。では、頂上を目指して登っていきますよ。ここからが本番です。阿夫利神社の御祭神は別名、火傷の神と言われ、酒造の神なので樽が置いていますね。奥に上りの東拝門があります。
門をくぐって出発です。神社で階段終わりかと思ったら、そんなことは許されません。終わりかな。疲れた。ここを登ってきました。きつかった。急な階段は終わりましたが、まだ階段。基本的にこの山は階段なんですね。途中で気がついたんですが、何丁目と書かれていて、何合目ってことかな？一体何丁目まであるんだろう。10丁目でゴールかな？だとあと少しだけど、1丁目1丁目がやたら短いです。こちらが夫婦杉です。屋久島から帰ったばかりだから、これくらいの杉だとあまり感動しない。ダメですね。ここ大山は江戸時代は聖域として何人も登頂は許されず、夏山の6月末から7月中旬だけは参拝が許されていたんです。でも女人禁制でした。14丁目を越えたあたりから見どころが出ます。ボタン岩、ちょっとわかりにくいですね。天狗な花月岩、この穴ですね。16丁目はちょっと広々としていて、ベンチがあり休憩スポットとなっています。今は大山は一年中誰でも登れて、昔は厳しい山だったんですね。富士見台に着きました。この季節だから富士山はっきりと見えますね。いい感じです。富士見台が20丁目、30丁目までありそうな雰囲気ですね。今でもさっき言ったような昔の名残として、最初に通った東海門が右側半分しか開いてないのが通常ですが、夏山例祭の期間中は全開になっているんですよ。この辺りまで来ると階段時刻から解放されて山道っぽくなります。夏山時期しか登れない頃は山かごと呼ばれる山登り用の乗り物がありました。ですが、ここら辺からは聖域中の聖域として運んでくれなく、歩いて登るしかなかったようです。あと少し山頂ですね。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。ぜひ登山や旅行好きの方はチャンネル登録よろしくお願いします。27丁目の銅の鳥居に到着。もう山頂もすぐ。そろそろ山頂が何丁目かわかりますね。答えは28丁目です。なぜ28なのかは、法華経、妙法蓮華経の28品になぞらえたらしいです。はい、到着。お疲れ様でした。山頂全社を通り過ぎ、本社入り口石段を登っていきます。ここのお茶屋さんでお蕎麦を食べようと思っていたけど閉まっていますね。ここからの景色もいい景色ですね。とりあえず奥宮の方に行きましょう。はい、奥宮到着。横に休憩場があります。はい、山頂到着。山頂一周してみますね。相模原、東京都心、三浦半島と眺めることができます。こちら側が東尾根入り口になります。ベンチがあって皆さん休憩をしています。東尾根を下っていくと見晴らし台があります。今回は車なので行ったら戻ることができないので行きませんが、バスとかだったら行ってみると良いと思います。すっごい眩しいですね。海がキラキラしてインスタだと反射してうまく映せないですが、こんな感じです。初島とかかな。すっごく眩しいんですよ。では最後にもう一度東尾根方面の景色を見て下山していきたいと思います。10からって書いてるんですけどね。後でよくよく調べてみると、ここの茶は週末と土日しかなかったみたいです。残念。ここ山頂からは房総半島から上がる初日の出を見ることができます。
今年？いや、来年か。もし、年末年始、登山どこ行こうかなとお考えの方はいかがでしょうか？今日の感じだと、すごく綺麗に見えると思います。はい、東海門の階段のとこまで戻ってきました。ものすごい急だから下りも怖いですね。足を踏み外さないようにゆっくり行きましょう。御朱印もらって帰んなくっちゃ。余談ですが、下山中一流 YouTuber かおちゃんに出会いました。マイクさんやカメラを連れていたのでテレビ撮影かな。すごいですね。私も全然まだまだですが頑張りたいと思います。まずは皆さんが登山を楽しめる手助けができて、一緒に登っている気分になって、つながりができるといいなぁと思っています。はい、下ってきました。御朱印もらいに来ますよ。3、2、1、0。神社の周りの紅葉は本当に綺麗です。山頂まで登るのは大変だしなーって方でも、神社まではぜひぜひ来てください。めちゃくちゃ綺麗です。神社までだったらケーブルカー使っちゃえばちょこっと乗るだけで済みます。ちょうどこの辺りピークですね。あと1週間2週間持つかな。野外活動部ではしばらく九州編を上げていますが、ちょこちょこキリがいい時に別編をお送りします。この大山編も屋久島登山が終わった頃にアップしようと今作っています。その頃前に紅葉もつかな。最近はすごく寒くなったり、あったかかったり、よくわかんない感じですもんね。紅葉してなかったらごめんなさい。でもこちら大山は登山初心者の登竜門という感じです。これから登山を始めようって方にはとってもいい山だと思います。なんといっても東京からアクセスも良く、今回車で来ましたが、電車やバスでも行きやすいところです。ぜひ機会があったら行ってみてください。はい、ケーブルカー乗り場見えてきました。下の男坂女坂分かれるところです。駒参道のお土産屋さんやお食事どころを見ながら駐車場に戻りましょう。桜？行くときは全然気づかなかったけど、桜が咲いていますね。ケーブルカー乗り場まで戻ってきました。もみじと桜楽しめましたね。変な組み合わせだけど、最近気温も変だしね。駒参道にはジビエが食べられる旅館だったりお店がたくさんあるようです。大山ジビエフェアとかやってるみたいで気になりますね。ここの距離だと泊まるって感じでもないしな。機会あったら食べてみたいです。食べた方とかいないかな？どんな感じなんですかね。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。次回は日曜18時から指宿砂むし温泉を紹介します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。